すごい変わりましたね。はい、お話したように右と左別々で考えて利き手の方がやりやすいのは皆さんそうなので、ぜひ左手をどんどん研ぎ澄ましていくような普段からちょっとこう皆さんこんにちは。世界一のエステシャン船津まりです。今回の動画はエステシャンのお悩みを解消していきます。今回は愛知県からお越しの生徒さん市川真由さんです。こんにちは。こんにちは。それでは簡単に自己紹介の方をお願いいたします。はい。はじめまして、愛知県名古屋市から参りました市川真由です。私はマリ先生の下で備前の技術を習得し、開業に向けて準備をしています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは市川さん、技術におけるお悩みをお伺いしてもよろしいですか？私の悩みは2つありまして、1つ目は手に力が入ってしまい、動きがぎこちなくなってしまいます。で、2つ目は、左右で行う技術にやりにくさが生じてしまい、左右差が出てしまいます。わかりました。手に力が入ってしまって、なかなか力が抜けないのと、右と左左右差が出てしまってうまく均一にできないっていう形でよろしいですか？それでは市川さん、今回のこのお悩みが解消された後にどんな目標がありますか？はい、私は新規のお客様が施術1回だけで効果を感じていただいて、リピートになっていただくことです。それ最高ですね。はい。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張ります。それでは市川さんの課題の技術を見せていただけますか？はい。この時に力が入ってしまう。そうですね。肩だったりとか。肩が上がって、指の力も入ってしまう感じですか？そうするとどんな感じですか？こう滑らかにできないとか、深く中まで筋肉を捉えて。わかりました。市川さん、今の技術を見させていただいたんですけど、やはりちょっと指のこうタッピングが硬いかなっていう風に見えましたね。はい、なかなか力が抜けないですよね。そうですね。はい。で、指の力が抜けないって自分の中でどういう原因があるとか、こう考えて練習する時とか何か意識してやってることありますか？指先に集中してしまうので、どうしても手を動かすときにこう全体的に力が入ってしまう。指先に集中するとより力が入ってしまうってことですよね。はい。手首はどんな感じですか？手首にも指先まで全体的に力が入って。はい、わかりました。実はこのタッピングが滑らかにしっかり中まで入っていくには、指の力は抜くんですけど、手首はしっかりと圧かけてていいんですね。そうなんです。だから手首の力を抜かなきゃって思う人が結構多くて、よく生徒さんで力抜いてくださいって言うと、なんかこうやる人いるんですよ。私もやってますよね。はい、よく生徒さん、力抜いてくださいって言うとこうやるんですけども、実はこうではなくて、手首にはグッと力を入れていいので、手首からこっち側の力を抜くので、こうやってお化けみたいな、そう手肩リラックスしてここにグッと圧をかけていいので、こういう感じの練習方法の方がいいです。こうではなくて、ここグッといって、もうここダラーンってしちゃう。そうダラーンってして、こういうお化けみたいな感じで、ダラーンってして、でこの状態を常にこう練習して、手首をグッと固めて指先を力を抜いてこういう感じで、でこの状態を自分の感覚の中に落とし込んでください。じゃちょっと私が一回デモンストレーションをやるので、さっきのように手首にはグッと圧をかけて、最初もうこれやってください。こういう感じで、指意識しなくていいので、お化けみたいな感じで、さっきのこれですね。こういう感じで、でだんだんしっかり手首でこの指を支えます。そこから1本ずつまっすぐこ
こに線があるようなイメージでまっすぐ縦に指を1本ずつ、最初ゆっくりでいいので、意識としては下からお肉をぐっと上に持ち上げるような感じで1本ずつ。でさっき市川さんの技術を見させていただいた時、めちゃくちゃ親指に力が入ってたんですよ。そうなんで親指がピーンとなってたので、はい、親指に力が入るってことは全体的にやっぱりこの力が連動してくるので、他の指にも力が入っちゃうんですね。なのでさっき言ったこれ、親指の力を抜いて、もう最初こういう感じでだらけちゃっていいので、はい、そこから指1本ずつをゆっくりでいいです。最初はこのように手首でしっかりとこうブロックをグッとかけて、親指の力も抜くようにして、ちょっと手をだらけさせて、そこから指1本ずつをぐーっと中をこうかき出すような感じで、はいはい、で私がよく言うのは、これ指の力でやるとやっぱりすごく痛くて、お客様にストレスを与えてしまうので、指は本当に力入れなくていいので、はい、ただ全部の力を抜くわけではないので、手首にはしっかりとクッとブロックをかけて、このようにしてやっていくと、はい、はい、できるかと思うので、はい、ちょっと練習してやってみましょうか。はい、さっきのこのお化けみたいな感じでちょっとやってみてくれていいですか？はい。あ、そう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 。うんうんうん。どうですか、自分で。力が抜けた感じが自分で。ですよね。はい、で、最初これでいいので、はい、まずはここでしっかりと、ここでちゃんとグッとここへ固めて、こっちをブラブラってして、さっきみたいに。はい。はい。そうですね。まずはそこからの練習をしてみてください。はい、うん。全然さっきよりいいよ。で、親指の力もできるだけ抜いて。はい。そうですね。そしたらゆっくりこの縦のラインを意識していきましょう。はい。まずはこの唇の横のここのラインを意識して、指1本ずつゆっくりでいいので、そうそう、中から下からお肉を持ち上げるような感じで、そうですね。で、その時にまずは右手の、いいですか、指を1本ずつ縦に、横にやるとどうしても中に入っていかないので、この縦のラインを掘るような感じで、そしたら今度こっちの指、逆の指で、そうですそうですそうです。はい。さっきのお化けみたいな感じで、1本ずつ指を意識して、はい。ゆっくりでいいですよ。もっと中を、指をこのようにパランパランパランっていう感じで中を掘っちゃってです。はい。で、親指の力を抜いて、はい。またちょっとできなくなったら最初のこれに戻って力を抜くっていうのをやって、はい、そう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 、そっから指1本ずつを、さっきより滑らかで、どうですか、ご自分で。すごい先ほどは、全体的にやっぱ力が入ってしまったんですけど、すごいやりやすくなりました。はい。で、あんまりこう前にグーッといかないようにして、ちょっとここ胸を立てて、はい、リラックスして、肩の力も抜いて、あ、すごく良くなった。マジで。よかったです。はい。そうですね。はい。なので練習方法としてはこうじゃなくてこれ。はい。で、最初はこれでいいので、これを毎日練習して、そこから指1本ずつがこう同じ秒数ぐらいで、要は早くなったり遅くなったりせずに、同じ秒数で人差し指から中指から薬までいけるように練習してください。はい。練習します。ありがとうございます。はい。それでは2つ目のお悩みを聞かせてください。はい。はい、右側の筋肉を捉えるときは利き手なのでやりやすいんですけれども、左側を行うときは利き手じゃないので、圧
加減だったりとか、捉え方がすごい難しいです。右と左で均等になかなかいかないっていうことですか？はい。じゃあちょっとやってみせてもらっていいですか？はい。これはちょうど後筋を緩める手技ですね。はい。はい。はい、じゃあ左側やってください。はい。左がここが難しいです。はい、もう一回右やってもらっていいですか？はい。はい。わかりました。はい。はい。人間誰でも利き手はうまくできるんですよ。はい、でやっぱり反対の手っていうのはなかなか普段使ってないので滑らかにできなかったりとかすごく力が入ってきちゃったりとかするので、この練習方法としては同時に右と左を一緒にやるっていうことをしてみましょうか。一緒ですね。はい。はい、じゃあちょっと私がデモンストレーションするので、お願いします。多分皆さんそうなんですけど、右手はやっぱり利き手なのでやりやすいんですよね。はい、こういう感じで。で左に行くとちょっと左に行くとこうちょっと利き手じゃない部分があるので、捉えられなかったりとか、あとはどうですかね、しっかりと滑らかにできなかったりとかっていうのがありますよね。そうですね。はい。でこれの練習方法としては、例えば私普段からなんですけども、やっぱり私も右が利き手なので左手やりづらかったんですよ、技術が。なのでお箸を左手で持ってみるとか、あとは掃除機かけるときってどうやってかけます？右手でかけます。はい。それをちょっと左手でかけてみるとか、はい。はい。そういう風に練習して、全然エステの技術とは関係ないんですけども、そういうところからちょっと左手を意識するっていうことをちょいちょいやってたんですね。で、右と左を同時に動かしていくと、最初右だけ左だけって練習するんではなくて、右と左同時にやっちゃいます。このように。はい。はい、ボールペンでひらがなでもカタカナでもいいんですけど、同時に書くと結構左手でも書けるようになるんですよ。だけど左で書いてくださいっていうとその感覚がまだないので書きづらかったりするので、はい、同じように右と左で同時にこのように行っていきます。はい。でそのまま右と左で同時に行っていって、そのまま今度は右だけお休みして左だけやっていきます。そうするとこの最初に同時にやった感覚が少し左手にも残っているので、意外と右手がなくなったとしても同じような圧で左手が動かすことができるんですね。はい。他の技術ではもう左手苦手だなと思ったら、一緒に同時にやってみて、でそこから右手だけお休みして左手だけやっていくっていうような感じのトレーニングをしていくと、はい、左がどんどん感覚が研ぎ澄まされてくるので、同時に同じようにできるようになったりするんですね。はい、はい、じゃあちょっと練習してみましょうか。でまず右手のこの感覚ありますよね、はい、こうグーッと入れた時の、はい、この感覚と同じように左手も動かしてみてください。同じ感じで。はい、はい、そう。そうですね。はい、そしたら、右手だけちょっとお休みして左だけやってください。左だけ。はい。はい。うん。どうですか、感覚的に。さっきよりも、捉えるポイントもすごい分かるようになってやりやすくなりました。はい、そしたらもう一回両方の手でやってみてください。はい。はい、そして右をお休みして左だけやってください。はい。そうですね。今見た感じだとかなり均一にしっかりと圧が乗っているような感じがしますね。はい。
それではさっきの、まず右手、左のお顔を右手でやる手技をやってください。はい、じゃあ今度苦手な左の方、左手を使ってさっきの一緒にやったイメージを忘れないでください。どうですか、さっきよりも。さっきよりも、圧の、この力加減がすごい入りやすくなって、感覚がわかるようになってきました。よかったです。見てもなんかさっきよりもしっかりとこの後筋のリガメンのところにぐっと入っている感じがしますね。まずはこの右と左の苦手な部分っていうのは、さっきもお話ししたように、ちょっと掃除機を左でかけてみるとか、そうです、お箸を左で持ってみるとか、で同時に今度は両方でお箸を持ってみるとか、あとはボールペンを両方使って文字を書いてみるよ。このようにして左のトレーニングを、全くエステとは関係ないところからトレーニングをしていって、それで一緒にまずはやってみる。右と左同時にやってみる。その後右手をお休みして左でやってみる。そうすると感覚がだんだん研ぎ澄まされてくるので、同じような捉え方ができるかと思いますね。一生懸命練習してても練習の仕方が違ってたりとか、ずれてるといくら練習しててもなかなかうまくはなれないんですね。なので今日お伝えした練習の仕方、これをしっかりと毎日練習してみたら必ずもっともっと上達するので頑張ってみてください。頑張ります。ちかさんお疲れ様でした。ありがとうございます。それでは、今回の成果を見てみましょうか。まずはタッピングの技術をやってください。すごい変わりましたね。そうですね。先ほどやっぱり結構指の力を抜いてるつもりだけどカッと入ってたので、で一生懸命力を抜かなきゃと思うとなおさら入ってしまったので、さっき説明した、お化けで、手首にはしっかりと固定点を作って指先の力を抜いてやっていくっていうことを常に練習してやってみてくださいね。今すごい滑らかにできて、指のさばきもだんだんすごくこうできてきてるので、親指の力もだんだん抜けてきてるので、とにかく自分の中で力入っちゃったなと思ったらこうやってでも最初これでいいので、これワンワンじゃないけど、では次の2つ目の課題の技術をやってみてください。右はね、やっぱり利き手なんでやりやすいですよね。じゃあ課題の左の方を、左手の方をやってください。めちゃくちゃ滑らかにできるようになりましたよね。これ圧も入れやすくなって、そうですね、やはりさっきもお話したように右と左別々で考えて利き手の方がやりやすいのは皆さんそうなので、ぜひ左手をどんどん研ぎ澄ましていくような、普段からちょっとこう箸を左手で持つとか、一緒に字を書いていって、まず右と左で同じことをやって右を抜いて左だけをやっていくっていう風にして、どんどんこの左手の感覚を研ぎ澄ましてやってみてください。で今は先ほどは結構やっぱり左手がぎこちなかったんですね。でもさっきのトレーニングをしてやっていったら左手も結構滑らかにできてたので、頑張って練習してみてください。頑張ります。ちかさんお疲れ様でした。ありがとうございました。今回のトレーニングいかがでしたか？今までは何度も自分で練習してもうまくいかなかったんですが、この短いスパンでマリ先生にいろいろ教えていただいて、ちょっとでもできるようになったので、自信が持てました。よかったです。ぜひね、このお化けっていうのを練習して、練習の仕方が
ちょっと違ってただけで、はい、ちょっと改善したらびっくりするぐらい上手になりましたよね。成果が出ましたよね。ありがとうございます。はい、これからね、はい、開業に向けて頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。今回の動画では市川さんのフェイシャルの技術のお悩みを解決させていただきました。この短いスパンでご覧いただいたように非常に上達してましたね。お悩みを解決するためにどういう練習方法をしたらいいのかっていうのが実はすごく大切なんですね。そして私の開発した技術を体験してみたい方は随時体験することも可能です。もっともっとお客さんに喜んでいただき、そしてフェイシャル技術が上達したい方はぜひこの体験をしてみてください。概要欄のリンクから簡単にお申し込みいただけますのでぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。おばけーありがとうございます。